会社で嫌われたらいけないんでしょって。嫌われてはいけない、嫌われてはいけない、嫌われてはいけないってなっちゃうと、何のために嫌われちゃいけないのかっていうのをみんな結構忘れちゃうんですよ。好かれていて嫌われてない人ってちょっとリスクがあって、成果って結構右肩下がりになっていく時があるんですよね。本日なんですけど、会社で嫌われる人の特徴についてお伺いできたらなと思いますので。そもそも会社で嫌われたらいけないんでしたっけ？なるほど。できれば嫌われたくないって思う人が多いのかなと思いますけど、まあそうですよね。僕が思うのは、好かれるか嫌われるかとかっていうのは目的じゃないじゃないですか。何のために仕事してるんですかと。例えばじゃあ自分で仕事頑張ってお金を稼ぐとか、自分のキャリア、自分の成長とか、そういうことが大枠で言ったら大半だと思うんで、だとしたらそういう目的のもとで嫌われたらその目的を達成できないとか近づけないとかっていうリスクがあるから嫌われない方がいいよねとか、そういうことだと思うんですよね。まず一番に嫌われたくないっていうのは来てはいけないと思ってて、目的じゃないじゃないですか。自分としてこの目標がありますと、それを達成するためにとか、自分の評価をしてもらうためにいうことがあって、その成果を出すために嫌われるとチームとして仕事がやりにくくて成果が出ないとか、嫌われてしまうと協力が得られないからその成果が出せないとか、そういうことがあるので、なるべく嫌われない方がいいですよって言ってるのかなと思うので、嫌われるか嫌われないかは二の次の話で、まず自分としてやっぱ成果を出すこととか、自分の目標に向かって成長できることっていうのが主眼なんで、嫌われるか嫌われないかの優先順位みたいなのは一旦立ち止まって考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。嫌われるっていうことに対してのいけないんだみたいな固定概念は一旦取り払って、嫌われるか嫌われないかっていうのはあくまでも仕事をうまく進める上でのプロセスに影響する話で、そもそもは何のために嫌われちゃいけないのかっていう、いつもそのホワイじゃないですけど目的をちゃんと考えとかないと、最初は仕事をうまく進めるために嫌われてはいけないって思ってたのが、どんどんそれがなんか仕事の成果を出すためにが抜けてって、嫌われてはいけない、嫌われてはいけない、嫌われてはいけないってなっちゃうと、何のために嫌われちゃいけないのかっていうのをみんな結構忘れちゃうんですよね。嫌われる勇気を持つとかって本もありますけど、別に嫌われても結果嫌われないと思うんですよ。本当の意味で嫌われる勇気をちゃんと持てたら、別に好かれないかもしれないですけど嫌われはしないと思います。僕の中で言語化してるのは、ポイントは好かれなくてもいいけど嫌われてはいけない。管理者とかが分かりやすいと思うんですけど、好かれていて嫌われていない人、好かれなくてもいいけど嫌われていない人、好かれてないし嫌われてる人みたいなカテゴリーでいくと、最後は論外じゃないですか。好かれてもないし嫌われてるって、これになっちゃうと言い方ですけど部下が面従服配、指示も聞かない、当然成果出ないですよね。どう考えてもそうじゃないですか。実はでも同じぐらい危険なのは、好かれていて嫌われてない人ってちょっとリスクがあって、管理者が自分が好かれるために行動しだすと成果って結構右肩下がりになっていく時があるんですよね。なんでかっていうと、多分判断基準の違いがあって、そもそも成果を出すためにチームを蘇生されてるわけじゃないですか。チームの力をいかに最大化するかっていうのが管理者の役回りなんで、やっぱり目的は成果を出すことですね、チームで。なんですけど、これをやっぱ忘れて管理者が好かれることを主題に置くと、どうやったらメンバーに好かれるかっていう選択ばっかりするんですよね。成果を出すにはちょっと大変だけどこれをやらなきゃいけない。だけれどもこれを言ったらみんなって言われそうだから、それはできないな、嫌われるの嫌だなと。だからある意味いい人に思われたい、嫌われたくないから仕事が緩くなってくるんですよ。嫌われたくないがゆえに怒らないとか、そういったことになるんですか？怒ることがいいことだとは思わないんですけど、嫌われたくないから怒らないっていうのはそもそも趣旨が違うと。過去にそういう人っていました？いっぱいいますよ、そういう人に対してモン社長自体どういうアドバイスとかしたりするんですかね？一つは時間軸ですよね。目の前はいいんですよ。成果を出すためにを忘れていい人になって好かれるっていうことで満足はしますし、メンバーたちもあの人いい人だ、一瞬いいですよね。でもこれ長期で考えると結構残酷な未来が待っていて、成果出せないんでその上司は更迭されるとか降格するとかありえますよね。変えられちゃうみたいな。会社としたら成果を出すためにチーム作ってるわけなんで、下手したらチーム解散ですよ。もう一つは成果が出ないんでメンバーの給料上がらないとか、メンバーのボーナスないとか、これもあり得るわけですよ。だってそのチーム成果出してるんで。時間軸が長くなってくるとメンバーから俺ら給料上がんねえんだけどとか、俺ら賞与上がんねえんだけどとかってなってくるわけですよね。でブーメランで帰ってくるんですよ、やっぱり。で僕が一番気にしてるのはメンバーが育たないんですよ。緩いのに慣れちゃったりとか、やっぱ人間の差がだから、それは誰が悪いとかじゃなくて、どうしても楽な方に流される傾向っていうのがあるわけですよね。辛いことしたくないと。でもそれをやっぱグイグイ調整してあげないと、ほとんどの人は自分で自分を律することがやっぱりなかなか厳しいので、楽な方に行くと。
で好かれたいから楽な方に逃がしてくるじゃないですか。そうすると仕事ってこのぐらいやってればいいんだと学習したわけですよね。だから自分が5の仕事持ってたらこの5が仕事だと思ったら当たり前になるわけですよ。で今度次の上司来ました。この上司がすごい成果を追求する人で、この人が7の仕事をあなたに振りましたと。そしたら当然今まで5しかやってないわけなんで無理ですってなるわけですよ。最初からいや本当はできるんですよ、本当はできるけど無理ですから入るわけですよ。そしたら上司からも使えねえなと、そもそもまずやろうと思わない、自分は5しかやってきてないから5しかできませんみたいな。自分が上司だったら大丈夫かこの人と。僕がいつも言ってたのは、時間軸ちゃんと長い目線で見た時にそれが自分のためなのか相手のためですかと。その従業員1人のためを思った時に仕事の要求は厳しくした方がいいと思いますし、好かれなくてもちゃんとこの人が育ってくれることを考えてやらなきゃいけないと思うんですよ。これが一番だから、好かれるか嫌われるかその次でやらないとその人のためにはならないよねと。好かれたい嫌われたくないってなっちゃうと、それって誰のためですか、あなたの自分自身のためにやってませんと。だから本当にいい人は相手がこの先の人生とか仕事で良くなるためには時には厳しく、時には嫌われる覚悟を持って言わなければならないことってありますよねと。それができる人が僕が思う本当にいい人ですよ。目の前いい人は相手のためじゃないですよね。自分があの人いい人だって言われたいから自分のためにやってるわけですよ。だから僕は目の前いい人と言われる上司についた若い人はかわいそうだなと思うんですよ。目の前ちょっとと思っても成果を出すために一生懸命やってるとか、相手のこの先を思ってやっぱり一生懸命に接してくれる、厳しくてもこういう人を見て育つ人と、いい人で否定全くせずに迎合しちゃう上司についた人っていうのは、若ければ若いほど、新入社員だったら特にそうですけど、新卒とか自分にとっての初めての上司じゃないですか。それがどっちのタイプなのかってものすごく影響があると思うんですよね。1年でも出ると思うし、2年3年ってやってるとどっちの上司で育った部下とかやっぱ変わりますよね。自分がその新入社員の立場であったとしたら、例えばそういう目の前ちょっと厳しいとか要求が高いけれども自分の成長のために厳しくしてくれてるんだって思ってやるっていうことが大事だと思いますし、でそういうスタンスで言うと結局だから自分自身も嫌われるか好かれるかって重要なことじゃないですか。二の次になるじゃないですか。目の前いい人の上司の下についた時はいい人だいい人だっつってると、俺もいい人でいなきゃいけないって言って全部迎合しちゃったりとかして成果が出せない人になり得ちゃうんで、そういう時はどうしたら厳しく自分が成長できるかとか、自分で自分を律するしかないんで、マインドを変えて、例えば自分はね別に厳しくされてもすぐやめたりとかぐちぐち言わないんでちょっと厳しくしてほしいですって言ったりとか、あえて自分で自分を厳しく成長するためにと頑張るんだってマインドを持ってそのために何をしていくかってアクションしていくとかしていった方がいいと思いますし、周りに対してもそもそも嫌われるか好かれるかとかの前に仕事だから成果を出さなきゃいけないっていう意識を行動で示すし、会話の中でもやっぱり言っていくと結果そういう人だったらなんかいいやついるなとなると思うんですよね。社会人でプロとしてお金もらってる以上プロですよねと。そう考えたらそれは成果を出すことがまず念頭にあって、成果を出すためにチームビルディングが必要だと思ったら嫌われてはいけないんですけど、でも嫌われちゃいけないが一番なのかって言われるとそういうことだと思うんですよね。この人の成長につながるためにっていう最初の目的をしっかり考えた上での指導だったりが大事ってことですよね。何がいい悪いかわからないですけど、昔は厳しい人ばっかりでこの人が成長するためにどうのこうのとかそこまで考えてなくてただ厳しい、仕事に対して厳しいという人がいましたと。僕はでも生地優しい上司だとそっちの方がいいと思うんですよね。あとは自分の考えてそう受け止めればいいから。ただなぜ厳しくするのかっていうのは説明してあげた方が、ちょっとでも理解してもらった方が相手も納得度が増すのかなと思うんで、それもちゃんと言い続けた方がいいんじゃないかなと思ってる感じですね。僕がこういうのも変ですけど、今の若い人っていうか20代とか10代の人にとっては逆にすごい厳しい時代になったなと思いますよ。だって昔は嫌が応でも叱ってくれる人がいて厳しい人がいて、その中で要は外的要因で厳しいから考えざるを得なくて、考えて頑張ってやったりとか自分なりに解を見つけていくじゃないですか。でも今って叱ってくれる人とか厳しい人めちゃめちゃ少ないから、自分で自分を律しないと成長できないわけですよ。だから二極化進むなっていうのはなんかすごい思っていて、自分を律してすごくできる人はすごい優秀。そりゃそうですよね。他人に言われなくても自分で律して自分でちゃんと学んできて身につけてるから自分でできる人じゃないですか。だけど大体の人はやっぱり人間の差がだから楽したいし、言われなかったらやんなくていいと思うし、きっかけを与えられる回数が少ないからやらないみたいな。逆にですよ、表面上厳しさは抜けたかもしれないですけど、実のところ中身を見たら今10代20代とかの世代は大変だなって思うんですよ。自分で自分を律する重要性がめちゃめちゃ増してるから。なんか自分がやった時に何やってんだそんなんじゃダメだろとかってバンって言われたらえってなって、なんでそんなこと言われるんだ、俺の何が悪かったんだって考えるじゃないですか。でも言われないんですよ。よしやったと思ったら言われないから、間違ってても間違いに気づかせてもらえないんですよ。自分で気づかないから何も考えない。大変だなと思うんですよね。
本日の動画最後まで見てくれてありがとうございます。アップル引っ越しセンターではホームページなどでですね、会社のこと、そして採用について様々な情報を発信しているので、少しでも興味を持ってくれた視聴者がいらっしゃいましたら、ぜひ見に来てください。また、YouTube では業務の様子とか研修の様子とか、メンバーの対談とか、様々な動画も発信してますので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。また、いいねもよろしければお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。